ようこそ日本館の循環の中へ。循環、それは終わりと始まりを繰り返す永遠のつながり。目の前の砂時計をご覧ください。上部は重力に従って崩れゆく終わりを、下部は伸びやかに成長する始まりを表しています。二つは対等に絶えず変化を繰り返しながら循環し続けます。砂時計は命と命の間を見守る存在。日本館の3つの入り口であなたを迎えます。同じようでいて映し出されるものは違うようでいて同じ命がそこにある。ここはプラントエリア。役目を終えたものが最初の変化を見せる場所。循環を巡る旅へ足を踏み出しましょう。洞窟のような空間をゆっくり奥へと進む巨大なベルトコンベア。野菜や果物の皮、ストローやカトラリー、段ボールなどのパッケージが次々に日本館の内部へと運ばれていきます。これは万博会場で出たゴミが日本館へと運ばれる様を表現しています。ベルトがカーブする向こうに垣間見えるのはバイオガスプラント。日本館では実際にゴミを分解しエネルギーを生み出しています。目線を上げると光が先へと進む壁が現れます。ホタルのように、あるいは流星のように光を放ちながらあなたを導くように進んでいきます。この光は役目を終えたゴミが再び生まれ変わる、その息吹を表したもの。そう、日本館ではゴミも命を宿すものとして役割を担っています。生まれ変わりのその瞬間を見に行きましょう。通路を抜けた先に広がるこの壮大な世界、あなたには何に見えるでしょうか。きらめく海原、天空の星、風にそよぐ高原かもしれません。この絶景を生み出しているのは約700枚の発光パネル。光は生き物のように躍動しています。光の海の底に佇むのは37台の巨大なタンク。これはさまざまな役割を持つ微生物が活動する発光タンクをイメージしたインスタレーションです。生ゴミは微生物の働きによって新たな姿へと生まれ変わることができるのです。タンパク質や炭水化物をアミノ酸や糖類などに分解する微生物、それを酢酸などの短鎖脂肪酸に分解する微生物。分解のために分子は小さくなり、最後にメタン菌が分解することで発電に使うバイオガスが生まれます。生ゴミを発電に活用することで燃やすゴミの量も減り、二酸化炭素排出量の抑制に貢献できる。生ゴミはエネルギーを生み出すだけでなく、未来をより良くするアイディアの糧にもなろうとしています。ショーケースに並ぶ繊細なオブジェ。ここは醤油や味噌を生み出した偉大な麹菌の世界を美しいアートとして一望できるミュージアム。線香花火のように弾けるこの形は日本の高い技術で解析した麹菌の遺伝子情報をもとに生み出されたもの。とりわけ味に関わりの深い特徴を表現しています。麹菌といえば和食の立役者。あの味を作っているのはこの麹菌。旨味の正体は？美味しさの秘密に出会うたび、小さな微生物の偉大な力にあなたもきっと驚くはずです。分解の花をご堪能ください。壁沿いに置かれた水槽の中に佇むのは微生物によって分解される
生分解性プラスチックの器。この展示では微生物による分解の過程を5つの段階に分け、そのイメージを5つの水槽で順番に鑑賞できるようになっています。壊れていくことは悲しいことではなく美しい。儚さを愛おしむ感性は古来日本に築いてきました。生まれ変わる間の儚いひとときにあなたは何を感じるでしょうか。足元の窓を覗いてみてください。色とりどりのベアブリックが元気よく飛び出してきます。万博会議中は毎日稼働する生ゴミを分解するプラント。彼らはそこからやってきます。5種類のベアブリックはそれぞれ水、熱、電気、二酸化炭素、そして窒素などの養分を表しています。いずれも微生物が生ゴミを分解することによって生まれる物質やエネルギーです。覚えていますか？彼らの元の姿はプラントエリアの入り口でベルトコンベヤーに乗せられていたゴミでした。姿を変えて生き生きと泳ぎ回っていますが、どうやらあなたをどこかへ連れて行きたい様子ですね。水のベアブリックに導かれて小さな橋を渡ってみましょう。橋の左側にはろ過を行う浄水装置、右側にはきれいになった水のタンクを見つけることができます。これは日本館で実際に使われている浄水装置と同じもの。微生物の働きとろ過膜を組み合わせ、汚れた水を純水に近いレベルまで浄化できる技術です。そう、ここでも微生物が活躍しています。ゴミから生まれてきれいに生まれ変わった水のベアブリックが向かう先を追いかけてみましょう。なんて気持ちのいい場所。ここは日本館の中心に広がる中庭。循環のちょうど真ん中にあなたは佇んでいます。目の前に広がる巨大な水盤。澄み切った水面があなたを迎えます。生ゴミに含まれていた水分が微生物の力を借りて生まれ変わったきれいな水です。日中は太陽の光を受けてきらめき、夕暮れには明かりが灯され、空間そのものが呼吸するような姿を映し出します。揺らめく水面を眺めながら心を空っぽにして循環の流れに思いを馳せてみましょう。木の壁の間に見え隠れするのは日本館のさまざまな展示。万博が終われば全ては解体され循環の中に戻ります。命と命の間、その中心であなたは何を思い描きますか？火星には水がある。そう聞いてどんな光景を想像するでしょう。火星といえば寒さと乾燥の星。地表にある水の大半は凍りついています。氷が水蒸気になり氷雲になり、氷の粒となって地表へ降り注ぐ。一方でかつては温暖で川や湖があった形跡もあります。では大量の水はどこへ行ったのか。この石はまさにその謎を解く鍵。2000年に日本の南極観測隊が発見した世界最大級の火星の隕石です。解析の結果、水がなければ生成されない鉱物が発見されました。さらに昨年、アメリカの研究チームから火星の地下に大量の水が液体として存在しているという研究結果が発表されました。水がある。それは火星に生態系が育まれる可能性をも示す驚くべき発見だったのです。初めて一般に広く公開されるこの世界最大級の火星の石。
左手の壁には直に触れられる石のかけらもあります。人類が火星で暮らせる日が来るかもしれない。そんな未来の始まりを間近で感じてみてください。ここはファームエリア。小さな物質やエネルギーがものづくりの元となり、再び姿を変えていく場所。循環を巡る旅へ足を踏み出しましょう。壁面に現れたのは5種類のベアブリック。水、熱、電気、二酸化炭素、そして窒素などの養分。微生物の分解によってゴミから生み出された物質やエネルギーを表現しています。ここは彼らがそれぞれの道を選ぶ分岐点。物質やエネルギーは他の物質との組み合わせによって多様な素材に生まれ変わります。今、ものづくりだけでなく、未来さえ変える存在として注目されているのが生産の働きを持つ微生物。目の前で打ち上がるのはまさに生産する微生物との出会いの瞬間を体現した花火です。ベアブリックたちは微生物のモチーフに吸い込まれ、物へと姿を変えて花火とともに旅立ちます。未来への大いなる可能性を携えて。緑のボンベに詰められているのは二酸化炭素。新たな素材やエネルギー源として生まれ変わるのをここで待っています。二酸化炭素といえば排出量の問題が話題に上ることが多いですが、ここファームエリアではものづくりの原料となるのです。その象徴ともいえるのがボンベの列の先に置かれた器。素材となる生分解性プラスチックは水素酸化細菌という微生物が二酸化炭素を食べて生み出す成分から作られます。役目を終えると再び微生物によって分解され自然へと戻っていく。日本館ではその分解の過程も展示しています。どこかで同じ形の器を見かけるかもしれません。空っぽの水槽？とんでもない。目には見えないけれど、はるか昔から地球の生態系を支えてきた生き物がぐんぐん育っています。その名は藻類。藻類の起源は約35億年前。長い時間をかけて水中で進化を重ね、約5億年前には一部が陸上へ進出したと言われています。進化を繰り返す過程で長い年月をかけて地中に積み重なり、藻類は石油や石炭などの化石資源へと変化しました。水槽の中に生息するのはボツリオコッカスという名の藻類。石油に代わる資源の有力候補として今注目を集めています。これから進むのは藻類のワンダーランド。静かな佇まいからは想像もできない驚くべき力を見に行きましょう。ハロー、藻類のユニークな世界へようこそ。ずらりと並んでいるのはご存知、世界中で大人気のハローキティですが、こんな姿のキティちゃんは見たことありませんよね。ここにいるのは多種多様な藻類たちの特徴に合わせて32通りに変身したハローキティなのです。藻類は主に水中に生息し、光合成によって酸素を生み出す循環に欠かせない存在。その定義は幅広く、昆布やワカメといった大型の種類から顕微鏡でしか見られない微細藻類まで、みんな藻類。現在自然界には30万種以上の藻類が存在すると言われています。右手の壁、右から2列目、上から4番目をご覧ください。先ほどの水槽で育っていたボツリオコッカスを見つけることはできますか？気になる藻類を見つけたら
解説パネルもご覧ください。その生態や特徴を知るだけでどれも可愛く見えてくるから不思議です。あなたのお気に入りは見つかりましたか？ここであなたが目にするのは持続可能な社会を実現するために欠かせない藻類の力。タンパク質や油の生産効率、二酸化炭素の吸収量、水の消費量など4つの観点から藻類の知られざる可能性を知り、未来の産業を創造する空間です。藻類は光合成に必要な光と水があれば育つことができる生き物。藻類を活用すれば化石燃料などの限りある資源に頼ることなく、地球にも優しいものづくりができるはず。中でも注目すべきは、藻類が少ない水で育てられるということ。砂漠や荒れ地でも培養ができ、何も作れなかった土地をものづくりの舞台へと変えることができるかもしれません。それはどんな風景なのでしょう。この先であなたを待ち受けるのは、まさにその未来の工場の姿です。未来の森へようこそ。穏やかな光に包まれ、生い茂る木々のようにいくつも重なった緑のチューブ。これはフォトバイオリアクターと呼ばれる巨大な装置。光エネルギーを効率的に吸収しながら少量の水で藻類を育てています。チューブの中で育っているのはスピルリナという名の藻類。ビタミン、ミネラル、タンパク質などの栄養素が豊富で食品としても活用されています。水の中で光合成する微細藻類。実は陸上の植物よりも太陽から放出されるエネルギーの利用が上手。少ない水でたくさんの二酸化炭素を吸収し、エネルギー源となる有機物を生み出していると言われています。都市部のビルでも培養できるフォトバイオリアクターが新しい街づくりの形となり、森の形となって日常の風景になる日もそう遠くないかもしれません。奥の棚に並んだボトルをご覧ください。中身は先ほどのフォトバイオリアクターで育っていた藻類スピルリナの粉末。それを原材料に作られた食べ物をお土産にプレゼントさせていただきます。スピルリナは栄養源としても注目される藻類。ビタミン、ミネラル、タンパク質をはじめ60種類以上もの栄養素が含まれています。ゴミから水へ、水から素材へと続いてきた日本間の循環がここで美味しい食べ物となり、あなたの体の中へとつながっていく。一口食べた瞬間から次のリレーがあなたの中で始まります。ここはファクトリーエリア。ゴミから水へ、水から素材へと続いた命のリレーが物となって人の手に渡る場所。循環を巡る旅へ足を踏み出しましょう。日本館のもう一つの姿、それは製造工場。ここではファームエリアで育てられていた藻類を原料に加えた植物由来のプラスチックで日本館の中で使われるプロダクトを製造しています。ロボットアームがテキパキと 3D プリントを行っているのが見えますか？作っているのはスツール。藻類とバイオプラスチックを混ぜ合わせた特別な素材で作られています。藻類で作られたプロダクトが増えると何がどう変わるのか。例えば子どもたちが遊ぶおもちゃや遊具の多くは石油由来のプラスチック製です。自然由来の生分解性プラスチックなら生産に用いられる二酸化炭素の排出を廃棄された後の環境負荷を抑えることができます。その使い道が広がれば機能性や実用性も磨かれていく。普段使っている日用品が藻類の素材になったら、そんな視点で未来の姿を考えてみることも循環型社会の実現を進める上で大切な一歩なのです。
完成したスツールは日本館のあちこちに置かれています。見つけたら腰を下ろして一休みしてみてください。丈夫に作らないから長く使える。一瞬矛盾したことを言っているように聞こえますよね。実はこれ日本古来の循環型ものづくりの特徴の一つなんです。常識的に考えたら丈夫な方がいいけれど、あえて柔らかく作る。ここは生まれ変わることを前提に作られたものたちを紹介するギャラリーです。柔らかいから壊れても簡単に直せたり、力をしなやかに受け止めたり、古くなったら新しいものに作り変えることができます。日本の文化には昔から物を循環させる工夫があふれていました。現代まで受け継がれてきた日本のものづくりの知恵と技術をご覧ください。今ですとあちらのサッカーボールがのような不思議なリズムが聞こえてきましたか？時間の感覚さえ忘れそうになる幻想的な空間。滴る水滴が奏でる心地よいリズムとともに、ゆっくりと回転する巨大な円盤が目に飛び込んできます。この円盤には藻類の化石である珪藻土が敷き詰められています。珪藻土は水分の吸収や放出に優れているため、古くから日本では壁材などに重宝されてきました。水に濡れると色が濃くなるその性質を生かし、円盤の上に繊細な絵画が描かれます。出現した瞬間からほのかに消えてゆく。その様は終わりと始まりを繰り返す一つの循環の表れ。カメラに収めるよりもあなたの目と心にしっかりと焼き付けてください。こちらでは日本の企業が中心となって生まれた未来の製品をご紹介します。藻類がみんなのお腹を満たしたり、美容に一役買ったり、お気に入りの洋服の材料やジェット機を飛ばす力になったりもする。藻類が叶えるさまざまな未来を目指して開発された製品たち。確かな技術と可能性に裏付けられた新しい循環の形です。